皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ミニマリスト D です。今回も音声によるラジオ形式でお届けします。2023年、運気を上げて素敵な年にしたいですよね。運気アップに一番効くのはズバリ捨て活です。今回は捨て活による運気アップの15の極意のお話と、また動画の最後には捨て活で運気アップさせる方法についてのお話もしていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。年末年始、家で過ごす時間がいつもよりちょっと長い方、今がチャンスです。お休みが終わって通常業務に入ると、また怒涛のような日々が始まって捨て活する時間はなくなります。今年こそ運気を上げたいと強く思っているこの時期こそやる気も出ます。さあ、今から始めましょう。運気アップのためには掃除をしたり、観葉植物を置いたり、盛り地をしたり、いろいろな方法がありますが、なんといってもまずは捨て活なんです。使っていないもの、不要なものがたくさん家にある状態では運気アップは期待できません。家の中がごちゃごちゃで使っていないものとか不要なものでいっぱいの人って運気が良さそうな人いないですよね。家がごちゃごちゃの人で幸せそうな人っていないと思います。たとえ仕事が好調で家に帰る時間もないぐらい働いて高収入だけど家はゴミ屋敷ならいくら収入が良くても幸せな状態とは言えないですよね。なので使っていないものを手放して家を一旦リセットするというのがとっても大事なんです。喧嘩が多いとかイライラしてしまうとか、これはやっぱり家が不要物でいっぱいで散らかっていることが大きな原因なんです。不要物と一緒に停滞した良くない運気を一掃して外に追い出して、いい運気、新しい風を家に入れる。そう考えるとすごく爽やかな気分になりますよね。物を捨てることに抵抗を感じる方もいらっしゃると思うし、もちろん物を大切にする気持ちも大事です。昔は物が多ければ多いほど豊かという感覚の時代もあったし、バブル期には欲しいものが欲しいというキャッチコピーがあったぐらい、物を買いまくって次に何を買おうかいつも探しているっていう時代もありましたよね。でもいろいろ物を買い集めた結果、家の中は不要品でぎっしりで、着ていない服、使わないバッグ、どうにかしたいけどもったいないから捨てられないという状況の方いらっしゃると思います。でも豊かさの象徴は変わってきました。昔は物だったんですが、今は豊かさの象徴はスペースです。時間です。このスペースと時間を圧迫してしまっているもの、これがまさに運気を下げる原因なんですね。引き出しや棚とか押し入れにぎっしり詰まった不要なものを手放して新しい風を入れる。家をすっきりさせる。これが運気アップへの近道なんです。では、どういう心構えで、どういう順番で進めていったらいいでしょうか。誰にでも取り掛かれる、でも必ず実行できる方法について紹介しようと思います。では、捨て活による運気アップの15の極意、早速いってみましょう。1、緊急を用意しているところから始める。運気が上がるなら捨て活しようと思い立っても、いざ始めようとすると、どこから何からと途方に暮れてしまいますよね。家中を一気にやろうとすると大体挫折します。そういう時は緊急を用意しているところからまず始めてみることがおすすめです。例えば週末にお客さんが来る、リビングだけでもちゃんとしなくちゃというのも立派な捨て活の理由となります。とりあえず行動して捨て活を始めてしまうんです。すると捨て活のエンジンがかかって勢いがつきます。捨て活ってこういう感じでやればいいのかという自分なりのやり方を見つけたり、
勘を取り戻したりできます。漠然と考えてどこから始めていいかと迷ったり、適当な場所から始めるより効率的に素早く捨て活できます。ピンポイントで始めて他の場所への勢いをつける、これが大事です。緊急を要する場所は人それぞれ違うと思います。例えばキッチンがすごいことになっていて、もはやまともに料理もできないから何とかしなくちゃとか、クローゼットがごちゃごちゃでどの服がどこにあるのか全然わからなくて、着るものがなくて毎朝困っているとか、いろいろあるかと思います。緊急を要している場所なら家のどこでもいいから、手を動かして停滞していたものを動かして空気を入れ替える、これが運気を上げる上でとっても大事なんです。2、見て気分が落ち込むようなアイテムを手放す。やろうと思っていたけどずっとできていないもの。例えばボタンが取れていたのを直そうと思って何ヶ月もそのままになっているカーディガンとか、磨こうと思っていたけど何年も錆びたまま放置してあるシルバーアクセサリーとか、それを見ると、ああやらなくちゃいけないのにできてないなぁと見るだけで気持ちが重くなるものがあったら手放しましょう。何ヶ月も何年も使っていないのならもうそれは不要品です。使ってもらえなくて、しかもケアもしてもらっていない不要品からは悪いエネルギーが出ていると思います。あとは読まなくちゃいけないと思いながらずっと読んでいない本とか、いつか時間ができたら50音順に並べてファイリングしようと思っている名詞とか、いつか時間ができたらと思っているけど、そのいつかは多分来ないでしょう。そういったものを見て、ああ自分はできていないな、自分ってダメだなと思ってしまうアイテムは精神衛生上も手放した方がいいです。家から出してしまえばもうその存在はなかったことになるんですね。家の中の収納を圧迫しているだけではなくて、心の負担にもなっているなら、それは手放すべきアイテムです。自分の中のネガティブな気分も捨てることができて、気持ちが明るくなります。3、かわいいものを捨てる。かわいいから取ってある空き箱、包装紙、紙袋、マスコット、グッズ。こういうものが押し入れの奥深くにたくさん入っていませんか？しかも同じものがたくさんあったりしませんか？可愛いものは確かに可愛いし、捨てるのはもったいないってつい保管してしまいますよね。ブランド物の紙袋や空き箱も同様です。でもこういったものは溜め込んでもいつ使うかわかりません。可愛いマスコットとかグッズも気に入って使っていたり飾っているならいいんですが、しまい込んでいたらかわいそうです。誰かにプレゼントするかもと思ってしまうかもしれませんが、収納の奥底に入れたままだと存在は忘れているはずです。そして例えば誰かに何かをあげるときに、可愛い箱とか紙袋に入れたり、可愛い包装紙に包んであげたりするために使いたいなという気持ちはとってもよくわかります。でもこういったもの、特に空き箱は余分なスペースを取ってしまうから、いい運気を溜め込むための場所を占領してしまっているんですね。しかも埃をかぶっていたら運気は下がる一方です。手放しましょう。4、古い下着を捨てる。下着は肌に直接触れるものなので、運気に直接的に影響します。下着は運気上とっても大事なんです。何週間かに1回買い替えるという極端な方もいらっしゃいますが、そこまでしなくても一定の期間で古い下着は手放すことをお勧めします。運気上は下着の寿命は4、5枚でローテーションした場合、約1年と言われています。なので運気を考えるのであれば、1年に1回は変えることをお勧めします。もちろん1年経たないうちにヨレヨレになってきたら、その時点で手放しましょう。もし古い下着を使い続けているなら、すぐに新しいものと取り替えましょう。
伸びてしまったり、つけ心地が悪かったり、サイズが合わなくてブカブカになったり、きつくなったものをつけていても気分的によくありませんよね。着た時点で、この下着はもう手放そうと思ったら、すぐにゴミ袋に入れましょう。忘れて洗濯かごに入れてしまって、また洗って、また着てしまってというループに陥らなくて済みます。気分って運気にとってすごく大事です。自分の気分を上げてくれるような、自分の機嫌をとってくれるような下着で過ごすことがとっても重要です。5、着ていない服を捨てる。クローゼットがぎっしりで、鴨居とかカーテンレールとか部屋の中にもかけてあるなら、それは服の持ちすぎです。家のスペースや収納というのは残念ながら限られています。その限られたスペースを使って収納する必要があります。クローゼットに入りきる数だけ持つということですね。特に高かった服はもったいないとか、ダイエットに成功したら着ようとか考えて取っておこうとなりがちですが、今着ていない服を溜め込んでいると気の流れが悪くなってしまうんですね。ぎゅうぎゅうに詰まっているクローゼットには新しい気が入ってこないので、運気が下がってしまうんです。しかもぎゅうぎゅうに押し込まれていた服はカビ臭くなっていませんか？ちょっと香ってみてください。カビ臭い服はてきめんに運気を下げるし、なんといっても着ていて気分が良くないですよね。クリーニングに出してもなかなか取れないし、他の服にも匂いが移ったりします。しかも押し込まれてシワシワになっていたりします。運気をアップしたいなら、クローゼットの見直しをして着ていない服は手放しましょう。6、平面上の出しっぱなしを撤去する。床の上とか机やテーブルの上の出しっぱなしをリセットしましょう。こういった平面に置きっぱなしにしているものには不要物がたくさんあります。そして物が出しっぱなしで、いるものといらないものが混在しているから片付かないんです。平面には何も置かないことをずっと提唱していますが、テーブルとかカウンター、床、すべての平面上に物を直置きしないというのが鉄則です。平面に直置きになっているものは、不要なものは手放す。使っているものは置き場所を決めて隠すようにしましょう。例えば、ダイニングテーブルとか調理台の上が定位置になってしまっている食器、炊飯器、電気ポット、急須、お盆、お醤油、箸立てなんかはなるべく収納の中に定位置を決めて隠してしまいましょう。平面に小物を置くこともやめましょう。あと、カバンや服を椅子にかけないということも重要です。写真を撮るとごちゃごちゃ感がてきめんにわかるのでおすすめです。7、定位置を決める。いつも使っているもの一つ一つに定位置を決めることも重要です。家がごちゃごちゃになるのは片付けられないのではなくて、しまう場所がわからない、しまう場所がないことが原因になっているからです。使ったらすぐに元の場所に戻す。場所が空いてるからといって適当な場所に入れない。定位置として決めたいつもの場所が塞がっているからといって他の空いている場所に置かないというのが鉄則です。8、紙類を捨てる。どうしてもたまりがちなのが書類や手紙といった紙類です。不要な紙類と重要な紙類が混在して山になっていると、どれが大事なものかわからなくなりますよね。山にしておかないで、明らかに不要な紙類はすぐに捨てて、大事な書類はすぐに目を通してファイリングしたり処理しましょう。例えば、確定申告や経理上の重要な書類を提出し忘れたりして、そのまま放置しておくと、還付金や給付金を受けそびれてしまうとか、金運にも直接影響します。9、小さな範囲から始める。捨て活を始めるとき、広い範囲を一度に全部やろうとすると、物の多さに圧倒されて、疲れて挫折してしまいます。
まずは捨てる、残すの判断がしやすい小さな範囲から始めるのがおすすめです。すべてのものを出して一箇所に集めてから捨て活を始めることを推奨している方もいらっしゃいますが、私はこの方法はおすすめしていません。押し入れや棚の収納力って驚異的です。ありえない量のものが入っています。これをすべて床やベッドの上に出してしまうと、物量に圧倒されて思考が止まります。あまりの量に途方に暮れてしまうんですね。なので、棚の一角とか小さなスペースから始めたり、例えば化粧ポーチや財布、バッグの中とか、さらに小さなところから始めて、捨て活の楽しさとかスッキリ感を体験してみるのもおすすめです。10、買わない、もらわない。捨て活を実行し始めると、不要なものを家に入れたくなくなります。安売りしているのを見つけても、安いから買わないと損をするとか、今は必要じゃないけど後で必要になるかもと考えることがなくなります。そして不要なものを買わないのはもちろんのこと、いただき物も問題です。お菓子のように食べてしまえばなくなるものはいいんですが、置物とか記念品とか残るものをいただいてしまうと本当に困ってしまいますよね。他の人がいらなくなったものをもらうこともやめましょう。不要なものはもらってこないよう家族にも周知しておきましょう。そして買ったからもらったからといって一生持ち続けなければいけないというルールはありません。もったいないと思うのであれば寄付したり再利用したりするという方法があります。でも一旦家に入れてしまうと手放すのはなかなか大変なので、やっぱり不要なものは家に入れないということが大切です。11、水回り。水回りは徹底捨て活エリアです。運気への影響も一番強い場所です。トイレや洗面所にごちゃごちゃ物が置いてあると掃除もしにくいし運気も下がります。ひいては汚れが溜まってさらに掃除したくなくなるという悪循環エリアです。トイレに雑誌や新聞や本や古い芳香剤、予備のトイレットペーパーなんかがごちゃごちゃ置いてあると掃除する気も起きなくなりますよね。水回りには必要最低限のものを置いて、不要なものはすべて撤去、処分するようにしましょう。12、玄関。風水で最も重要視されている場所が玄関なんです。玄関は家の顔であって、いい気も悪い気も入ってくる場所とされています。なので、玄関が運気アップに最も重要な場所なんです。でも、実情は靴が叩きに出しっぱなしになっていたり、ゴミ出ししようと思っているものの、一時的な置き場になったりしていますよね。運気アップするためのコツは、玄関には極力物を置かないということです。しばらく使っていないものとか、古い靴は手放して、余計なものは置かないようにすることが大切です。13、人の言うことは気に留めない。あまりにもバンバン潔く捨てると、家族は心配して、もったいないとか、いつか使えるかもしれないから取っておけばというようなことを言ってくると思います。そこで対立してしまってはいけませんが、妥協してもいけません。家族のものは勝手に捨ててはいけませんが、自分のものは自分の判断で手放すことができます。他の人の意見は、はいはいと適当に交わして、ご自分の捨て活の信念を大切にして、捨て活を進めることをお勧めします。14、どうしても捨てられない方。捨てることに慣れていないうちは判断に迷う時もあります。捨てたいけど捨てられない。どうしたらいいかわからない。捨てたら後悔しそうと長時間迷ってしまう場合は、箱を用意して保留ボックスに一時的に保管しましょう。そして例えば半年とか一定期間が過ぎたらボックスを見直してみて処分するか残すかを決めましょう。長期間保留ボックスの常連さんになっているものは
手放しましょう。15、捨てすぎないようにする。捨て活が運気アップに有効とはいえ、便利に使っているものは捨てる必要はありません。仕事やビジネスのために必要なものも捨てる必要はありません。捨てることが目的になってしまって、家から物を出したいがために、例えば洗濯機とか冷蔵庫まで捨て始めてしまったら、それは本末転倒です。便利な生活から逆行しています。なくなって不便になってしまうものは手放さないようにしましょう。では、捨て活をしていったら実際にどのように運気が上がっていくんでしょうか。それについて説明していきたいと思います。まず、金運が上がる。捨て活すると、まず金運が確実に上がります。迷信とか占いとかではなくて、捨て活すると金運は必然的に上がってしまうんです。なぜかというと、捨て活すると自分にとって何が必要で何が不要なのか分かってくるし、不要なものは買いたくないし、お金を使うことにとっても慎重になります。すると、いかに今まで無駄遣いをしていたのか実感することになります。衝動買いとか見栄のためにブランド物を買ったり、次から次へと新作の服を買ったりしていたことに気づきます。そしてそれが無駄だったと気づきます。すると自然と本当に必要なものだけを買うようになって、結果的に節約できるんです。そうするとお金に対する興味が出てきて、もしかしたら無駄に保険料を払いすぎていないかとか、税金を払いすぎていないかとか、受給し損ねている還付金はないかとか、注意深くチェックするようになります。今まで言われるがままに支払っていた何かも気をつけて見るようになります。例えば携帯電話のプランも高いのが当たり前、仕方ないと思っていたけど、もっとお得なプランがないか調べたり、お金を大切にする感覚がついてきます。節約できたお金を投資してみようとか、もっと利率のいい貯蓄をしてみようかなとか考えて行動し始めることもあるかと思います。お金の流れを把握してお金との向き合い方が変わるんです。これってすごくいいことです。私自身も捨て活がもたらしてくれたとってもいい効果だと思っています。捨て活のメリット。では、捨て活のメリットにはどういうものがあるでしょうか。例えば、勉強とか仕事や人間関係とか、いろいろなことに行き詰まってやる気が出ない時ってあると思います。そういう時は、運が良くないなぁとか、気持ちもドヨーンとして何もしたくないですよね。そういう時こそ、捨て活をして気分転換するというのがおすすめです。すると何かしらの行動ができて気持ちが変わります。家がすっきりして楽天的な気持ちになったり、捨ててやったぞという達成感だったり、ポジティブな考え方にいきなり変わったりします。これだけでもすごい効果なんです。捨て活をすることによって心がスッとするというか、気持ちが軽くなるのを実感できると思います。不要品と一緒に嫌な気持ちも捨てるんです。運気を上げるには、まず気持ちを上げることが大切です。ドヨーンとした気持ちの人にいい運気は来ません。気分とか運気ってほんのちょっとしたきっかけでいきなり良くなったりします。気持ちがポジティブになると不思議と運気も上がってきます。モチベーションが上がらなくても行動する。運気が上がるなら捨て活しようかなと思っても、でもなんだかやる気も出ないし、体が動かない時ってありますよね。でも運気を上げるためには、モチベーションが上がらなくても行動することが大事なんです。心技体という言葉があります。心と技、つまり技術と体、体のすべてのバランスが整った時に最大限の力を発揮できるという意味なんですが、捨て活に関しては体、体が一番大事です。つまり、とりあえず手を動かして、体を動かして行動するということが一番大切なんですね。
家からいらないものがなくなったらすっきりするのになぁと考えているだけではなくて、とにかく手を動かして行動するというのが一番大事なんです。じっと座って考えているだけでは運気は変わりません。なぜ行動できないのかというと、なんかやる気が起きないとか、面倒くさいからとか、いろいろあると思いますが、椅子から立って一つでも捨て始めれば、もうそこから捨て活は始まっているんです。さてと声を出してみてください。立ち上がる気持ちになれると思います。不要なものがたくさんある部屋の中でじっと座って考えているだけじゃなくて、シンプルに立ち上がって捨て始めればいいんです。運気って結局は行動するパワーなんですね。なぜ運気が上がらないのかというと、行動しないからなんです。捨て活していくうちにドヨーンとした気持ちもいつの間にか和らいでいませんか？運気を上げるというのは気持ちを上げることなんです。そして捨て活すれば必然的に気持ちも運気も上がるんです。運気が下がる理由。家に不要品がたくさんあると運気が下がります。それはなぜでしょうか？運が良くないって感じる時ってどんな時がありますか？例えば物事が思い通りにならないとか、タイミングが悪いとか、金運が悪いとかあると思います。でもこれってすべて家の中に不要品がたくさんあって片付いていなくてごちゃごちゃになっていることが原因なんです。例えば家の中でもいつも探し物をしていて見つからない、いつも物をなくしているっていう人がいますよね。ごちゃごちゃの部屋で毎日スマホとか鍵とか何かを探している人っていると思います。そういう人は探し物で時間を失って、それが見つからない場合にはまた同じものを買ってお金もなくなります。買い直すことができないような大事な書類をなくせば自分が困ります。不要なものがいっぱいのごちゃごちゃの家では、時間と物とお金を失うリスクがあるんですね。そして自分は運が良くないって感じてしまうんです。生活の基本である家の中がこういった状態だと、運気がアップするはずがありませんよね。またごちゃごちゃの家はメンタル的にも悪い影響があります。どこを見ても物で溢れている部屋は、視覚からの情報が多すぎるから、やっぱりイライラしてしまいます。必要なものがすぐに見つからないからストレスにもなります。片付けができない自分にイライラして自己肯定感も下がって自信もなくなりますよね。生活の基盤であってリラックスして休むための大事な家がこういった状態だと、運気アップは望めませんよね。自分はだらしないし、運は良くないし、家は汚いし、気分はいつも落ち込んでいるしと思ってしまいます。自分ではコントロールできない悪運か何かのせいで自分が運が良くないと思ってしまいますが、実はこれ家が整っていないことが大きな原因なんです。でも家の状態は自分でコントロールできるんです。不要なもの、使っていないものを手放して自分の家の環境を整えるだけで解決できるんです。家から不要品がなくなってごちゃごちゃがなくなって必要なものがすぐに見つかって視覚的にすっきりすれば、これはすべて解決するんです。そして自分の家をこんなにすっきりとできるなんて、自分ってすごい偉い、こんなに毎日が効率的だし、家も綺麗だし、人生をコントロールできていると感じれば、運気が良くなっていると実感できるんですね。必要なものはすぐに見つかるし、時間も無駄にしていない、お金も無駄にしていない、家はいつもすっきり綺麗という自信が持てます。気分よく過ごしていれば、自分って運がいいっていう気分になれます。運がいいと思えば運が良くなる。これって実はリチャード・ワイズマンのような心理学の専門家の著書にも書かれている有名なことなんです。自分って運がいいって思ったもの勝ちなんです。本当に簡単なことなんですが、使っていないもの、不要なものを捨てて家をすっきりさせるだけ。これだけで必然的に運気がアップするんです。家をいつも気持ちのいい状態にしておけば、
おのずと運気は上がっていきます。さて、今日は運気を上げるための捨て活のお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。家をすっきりさせる極意はシンプルで、使っていないものは捨てて、使っているものはしまう場所を決めて、使った後は元の場所に戻す。この繰り返しなんです。そして物を捨てることでスペースができて心に余裕が生まれる。これにつきます。今回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画の内容がためになった、他の動画もまた見てみたいと思ったらぜひチャンネル登録してくださいね。皆様の捨て活に関する悩みについてぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。